いこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回はハイティスのプレイナードライバーモデル MP145 です。プレイナードライバー搭載モデルが続きますね。プレイナーモデル、もう一つレビュー動画制作中なので確かに多いね。早速見ていこう。価格は2万円台中盤ぐらいで、愛にはお高めモデルの認識ですが、音は良かったので実は欲しいんです。同梱品はイヤーチップが3種9ペア、チューニングフィルターが3ペア、それにバネ口ポーツね。それがプラ製の箱に収まってる。外観はフェイスプレートがクチラの畝と尾びれをモチーフにしたデザインになっています。真上から見ると分かりませんが、横から見るとエアフロー調整用に空洞加工された部分があります。アルミニウム合金のボディは堅牢です。カラバリは3色ですが、ボディがチタン製で限定版のゴールデンチタニウムエディションもあります。サイズはちょっと大きめに感じますね。でも装着してみるとフィット感はいいですよ。金属ボディがひんやりします。ドライバーはモデル名 MP145 の通り大きめな 14.5mm のプレイナータイプ。聞いてみるとプレイナーらしい部分とらしからぬ部分が混在しているような感覚で印象はかなりいい。ではここからは波形を見ながら進めましょう。まずバンドレイヤーチップの比較から。傘の部分はボーカル、ベース、バランスドの順でボーカルが一番柔らかめ。装着感優先でのチョイスでいいんじゃないかな。内径サイズが少し違うけどステム系が太くて内径が広がってどれも同じ感じになっちゃうので変化を感じづらかった。なるほど、チューニングのツルがちょっと太めな影響ですね。次は数種類のイヤーチップの比較です。これも他モデルの場合とはちょっと違った結果のようで大きな違いが出ていないように見える。ピークのズレはステム系の太さが要因で同音感にうまく差し切れなかったばらつきによるところが大きいと思ってる。ファイナル E だけはそれでも他とは違う特性が出ているように見えるけどね。なるほど、なんかいつも通りにいかないってことなのね。そうだね、結構苦労したよ。次はフィルターの比較ね。それぞれのバンドルイヤーチップでのフィルター変化ね。ブロンズカラーのフィルターを基準にしてる。このフィルターが開封時に装着されていて波形がシルバーとレッドの中間に位置しているからね。ブロンズとシルバーってほとんど変わらないように見えるけど、どうだった？聞いてみると違いは分かったよ。シルバーの方が明るいサウンドだった。と言っても波形の通りで大きく違うってわけじゃないけどね。レッドの違いははっきりしてそうね。これはさすがにね。ここがかなり落ちるからあまり使う機会はないだろうと思ってたんだけど、ボーカルがちょっとキンキンするようなミックスのアルバムを聴いてみるとちょうど良かったんで、これもありだなーって思った。今回のサウンドチェックはフィルターの違いの聞き比べていいんですよね。そうだね。このフィルターで MP145 のキャラクターは結構変化するんで、やっぱりフィルターの違いを聞いてもらいたいね。音質調整の基準はブロンズカラーのフィルターにしたよ。あとフィルターによるレベル変化も再現しているので、レッドのフィルターでは少し音量が下がって聞こえると思う。今回はフィルターの違いを把握しやすくするため、サウンドソースは一緒に聞かず3つの音源だけを聞き比べているのが普段と違う点で、サウンドソースは波形だけ表示しているよ。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。ブロンズとシルバーの違いも確かに認識できました。MP145 ってプレイナードライバーモデルって思えないような柔らかさとか温かみを感じますね。シルバーのフィルターでもう少し中高域を出してもよかったかもしれないなんて思っちゃいました。そうだね、シルバーのフィルターを基準にしてもいいかなーって思ったわ。そういえば今回まだ他モデルとの比較してないよね。 MP145 の音質詳細の話がまだだからね。はいこれ。へえ、なんかいつもより多い感じね。全部プレイナーモデルね。並び方に理由はあるの？上3つが MP145 と同じ2万円台、下2つが1万円台のモデルにしてみた。MP145 のフィルターはブロンズカラーを使用。イヤーチップはセドナイヤーフィットライトで統一してる。ああ、価格帯で分けたのか。今回も私を試そうとしてる？やってみる？愛ちゃんも気づいた点を言ってみて。まずこの帯域をね、意図的に抑えてるみたい。そうよね。でも Q イヤーズメロディーだけが似た感じね。あと1キロあたりから下の出方でしょ。ナイス HCK-F1 には似てるけど、その他のモデルとは結構差がある。ってことは、ざっくりだけど、MP145 は波形的には F1 の低域とメロディーの中高域以降を足した感じでいいのかな？まあそんなとこ。ただメロディーと中高域の感じが似ていても、低域はメロディーは抑えてないのに MP145 は抑えないチューニングになってるので、この中では MP145 が一番低域寄りなバランスになるかな。とはいえ、この辺から上の帯域は他モデルと同じかそれ以上の出方になってるので、高域はしっかり抜けてくる。波形比較からはだいたいこんなことがわかるよね。そうですね、結構いろいろわかりました。MP145 は中低域を含む低域が強めな波形バランスですが、他の帯域をマスクしているようには感じないんですけど。私もそういう印象だった。他モデルになくて MP145 にある特徴。多分これの効果だと思うんだ。ああ、エアフロー調整でセミオープンみたいになってるんですね。だから低域はあまり対流節抜けていって他の帯域の邪魔にならないってことですよね。そうなんだよ。最初に聞いた時からすごく心地よい広がりで閉塞感がないから聞き疲れもしにくい。チューニングとエアフロー調整で MP145 の柔らかさとか温かみを表現しているんだろうね。でも高域はちゃんと抜けてくるし、中高域を抑えているからこそ音で埋め尽くされず空間に余裕があって、それが広がりにもつながっている気がしたね。低域から中域を EQ で落としてみると、やっぱり特徴が失われて痩せた感じになっちゃうんで、 MP145 は EQ 調整とかはせずこのまま聞きたいね。ケーブルは結構いいのがバンドルされているんで、そのままでもいいと思うけど、 3.5mm だったんで 4.4mm のケーブルにしてバランス接続で聞いてみると、手持ちの中ではこれだと低域の厚みと高域の抜けが増して合う感じだった。チョイスを間違えると空間が狭まるし、高域がチープな感じになっちゃったんで、リケーブルは慎重にという印象だった。聞いていて開放感のあるモデルはやっぱりいいですね。ちょっとオーバーな言い方をするとスピーカーで聞いているような感じもします。万人受けはしないかもしれませんが、最近聞いたプレイナーモデルの中ではかなり良かったです。ということで、ハイディスのプレイナードライバーモデル MP145 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。